お兄さん、おはようございます。もうちょっとしとこうか。勝手にギャラリートークを始めたいと思います。一応、YouTube のこちらの方、お兄さんが触りまして、わけわかんない設定になりましたが、ちょっとお待ちください。準備をしております。お兄さんも来たら、はい。今こうやってほら。あ、お兄ちゃんそれ触らないで。ほら、こうやって映ってる。ね、はい、お兄ちゃんちょっとおいでで。じゃあ、ちょっとギャラリートークを始めようと思います。おはようございます。9月の26日、日曜日、ですね。今日は展覧会の最終日、肩のすごい濡れてるね。ということで、ちょっと作品の簡単な紹介をしていこうかなというふうに思います。この少年も今日見に来ておりますけども、魚の人おはようございます。コロコロさんもおはようございます。誰も多分予想していなかったと思うんですけども、突然ちょっとこの生配信をちょっと記録としてもですね残しておきたいので、こういった形で、コロナ禍の中やった展覧会ということで、マスクをしながら少しお話ししたいと思います。別の動画を見ていたら急に通知が来ましたということです。でですね、展覧会は今日午後3時をもって終了いたしますけれども、相当ですね、かっこいいでしょ、恐竜さんですね、どっか行きました。展覧会は今日をもって終了するんですけども、日程的には10日間ほどですかね、の日程で、やってまいりました。で、お兄さんがちょっとフラフラしてますけども、学生さんが29名かな、28名で、あと私、含めて、1名、計29名の作品で、80点ほどかな、90点ほどもっとかな、私だけで60点以上あるので、もっとあるか、100点ほどの展覧会となりました。でやっぱコロナになって、実際に学生たちの展覧会活動というのがなかなか難しくなってきて、でこういう活動を通して、学生さんたちが企画運営であるとか、今も実際お客さんが結構見てはる人が結構いる大丈夫ですよ、はい、そっちは映りませんので、今現在突然、予告もなしに始めてますけど、今25名ほど視聴していただいておりますけども、展覧会運営とか、そういったことがすごく教育活動の一環でですね、椅子ちょっともらっていいかな、すみません、映らないでしょ、はい、教育活動の一環としてですね、非常にやっぱり大事な役割を担っているんだなということが分かりました。で今回やってみて、学生さんもいろんな一般の人と、美術館のエアコンが壊れててですね、ちょっと動くとすごく汗が出てまいりますけども、やっぱり企画運営であるとか、例えば展示をすること一つでも、やっぱりマネジメントっていうことはすごく大事だなと思います。あとは、お兄さん映ってますよ、こうやって。やっぱコミュニケーションですね、コミュニケーションを取る機会というのが、この1年半、非常に減ってしまったのが、すごくネックで、そういったことを取り戻すようなことが多少できたのかなというふうに思います。来館者の方は、昨日の時点で約500人ぐらいですので、1日50人程度、私もDM とかは佐賀県内の人だけにしか送ってませんので、今後こういった活動がまた盛んに行われていけばいいなというふうに思っております。でですね、私はですね、今回 YouTube に載せた作品も多く展示させてもらいました。60枚ぐらいあって、プラスあと100号ですね、YouTube などでちらちら皆様にお見せしていた作品で、おはようございます。恐竜くんかっこいいでしょ。展覧会の最終日なので。何してんのそれ。最近この目を開けるポーズが流行ってます。なぜかよく分かりませんけども、元新日本プロレスの中村慎介のモノマネかもしれませんね。で私はあとは100号ですね、こちらの作品を出品いたしました。で2人目の方の出産がちょっと早まりましたので、展覧会自体は
2週間出産予定が2週間ほど早まりましたので、作品は実は完成してません。だからニス掛けとかもしていないので、私はこうやってアクリル板のない状態でやっぱり展示する機会とかも多少あって、でそうするとやっぱり一般の皆様がすごく見やすい状態になっています。でこれは動画とかでも上げてますけども、白味と呼ばれるもの100号ですけども、100号に白味という、布を貼って、綿風を貼って、でニカワというものと炭酸カルシウムと5粉を混ぜ合わせたものの塗料を作って、白味という下地を塗って、平滑にして、描いていきます。で本当に動画等で上げている描き方と全く同じですけども、よく聞かれる質問に、どれぐらいかかったんですかということで、書き出したの多分1年ちょっと前だと思いますので、じゃあ完成は1年かというと、やっぱりインターバルで結構書いていない時期とかもありましたので、その辺が非常に眠くなってきたまちまちでございます。なんとも皆さんおはようございます。突然すみません、始めました。39名の方が今見ておりますけども、で油絵の具とあとはテンペラ絵の具というものを使って描いています。テンペラ絵の具というものを使っています。だから、皆さんは触れませんけども、板に描かれてます。あなたは恐竜をクワガタを持ってますけども、板に描いてあります。だからすごく平滑なのはサダといって紙やすりでわーっと磨いていきます。外とかでサダで紙やすりで磨いていったりして、平滑に塗って、でデッサンを取って、インプリマトゥーラというのをやって描いていきます。で人物の肌の部分だけグリザイユという白黒で描いていきながら、この辺は汗ですね。彼の汗ですね。よくグリザイユで描いたから描けるとか、白味だから描けるとかって思われている方いると思うんですけども、やはり基本的な技法とかっていうのはいろいろ動画で見せてきたものを勉強しないと多分描けないと思います。技法があって絵が描けると思う人が案外いるんですね。でテンペラ絵の具というのも使ってますけども、テンペラ画だから描けるんだというふうに思われる方というのが案外いたりして、鼻マスクになってしまいました。お兄ちゃんおはようございます。恐竜です、おられますけども、男前でしょ今日もね。そういうわけじゃないです。やっぱり基本的なことをしっかり身につけておかないとなかなか難しいなというふうに思いますので、私もこの白味という下地を使い出したのは大学の2年生の時、20歳の時ですかね。で自分なりにいろんな下地を試していく中で、平滑な下地は何かないかなということで、初めの頃はジェッソとかをキャンバスに塗って平滑に磨いて、でそこから描いていくということをしていましたが、なかなかそれではうまくいかず、それで、大学の先輩の A 先生という先生がいて、でその先生が大学院生だったんですけども、ある時に、私の下地の手伝いをしてくれへんかということで、芸大の上の校舎のところで、手伝いをしました。でその時ですね、焼肉をおごるから手伝ってくれへんかということを言われて、ぜひぜひということで、手伝ったんですけども、もうそれによって本当に地塗り体で覚えたというか、何枚も何枚も塗っていって、それで体で覚えることができました。でそれは私がこちらの方の大学に着任してからも学生さんにアルバイト代を出してあげて、手伝いますかっていうことで、大体、半年に1回ぐらいのペースで、大体2、30枚とか、多い時はもう50枚とかを一気に貼ります。でいろんなサイズのさまざま3ホールぐらいから例えば50号ぐらいまで貼る回と、100号を4枚5枚6枚、貼る回とかっていうふうに分けてやったりしてます。すっごい汗出てきます。すみません。で、そういう地塗りとかの実習とかもあまり今年できなかったというのが実際です。だからそのあたりというのが学生さんにとっては他の先輩の作品とかですね、教員の作品とかを見るいいきっかけになったり、人と話すいいきっかけにいっぱいコメント来てました。すみません、全然見てました。解説大変ですよ。皆さんおはようございます。46人見てます。でちょっと他の作品いけるな。
でこちらの方はYouTube とかに上げた作品群があります。で、これちょっとハウリング起こしてたんですね。すみません。多分ハウリング起こしていた可能性高いですね。ごめんなさいね。ちょっとそこに気づかなかったです。いろんな作画動画皆さん作ってきて見てきたと思います。例えばこれなんか映ってるかな、下の方ですけども、これなんかはね、ちょっと酒飲みながらイラスト的に描いてみようみたいなありがとうございます。お手伝いしてくれました。椅子を持ってきてありがとうございます。という感じで。で、最近上げたのはこのリンゴの動画なんですけども、このリンゴの動画は絵の具を2日間に分けて描いていくという方法です。で、本当に普通の板です。もうよく聞かれるんですけども、今朝もなんか質問があったんですけども、これは画鋲でただ止めてあるだけなので、キュッと。で、今日は展示が終わったら皆さんでこの穴を一生懸命埋めてですね、来た時よりも美しくということで、頑張って掃除をしましょうねということで、今日15時から掃除をします。私は16時半から友人の結婚式がありますので早めに私も退去しなきゃいけないんですけども、こちらのこういった作品というのは本当にシナノベニヤ、大丈夫です。映ってしまいますのでね、よかったら後ろを通ってください。はい、これシナノベニヤにジェッソというものを塗って描いていってます。だからこれは紙ではないです。で、アクリルとか油絵に関してはこういう板を中心に使っています。あとはキャンバスボードであるとか、キャンバスボード後でちょっとつけておきますね。これはキャンバスボードというのに書いてあったりとか、これはケントボード。よく使っているのはキャンソンボード。で、なんか今回展覧会で YouTube 見られたって来たっていう方が結構いて、キャンソンボードって渡辺画材さんしか売ってないんですかっていうことで、渡辺画材さんに昨日も退去して押し寄せたということで、ありがとうございます。私何ももらえないですけど、普通に多分いろんな皆さんの画材屋さんにイラストレーションボードというくくりの中のキャンソン紙が貼ってあるのがキャンソンボード、ケント紙が貼ってあるものをケントボードというふうに言います。だから普通にインターネットとかでも1ミリ厚のものやったら買えると思います。私は1ミリ厚のやつがちょっと使い勝手悪いので、3ミリ厚という少し厚いねものに、なかなか新しいでしょ。なんかうるさい男がいる、ギャラリートークというのも、面白いかなと思って、急遽やり出しました。でもここも本当にさまざまな画材を使っています。縦横無尽に走り出しました。で、透明水彩、透明水彩ですね。なんかこれを展示しようとしていたベトナム出身の男の子がなぜかこの辺を並べたがって、普通一般的には展示する時って系統の違うものが横とかにあんまりなんていうか同じものが横とかにない方が絵が映えるということがあるんですけども、そのベトナムの人は何を思ったか出て行ってしまいました。恐竜男がまだね、はいはい、外に遊び行きたいね。はい、ちょっと待って。すみません、よろしくお願いします。学生さんが今ついてってくれました。違う系統の色を絵を並べていった方がどちらかというと展示の会場としては映えるということが起こるので、やっぱり違うものとかにしていった方がいいということはよく言われます。で、透明水彩。これは確かアクリルだったと思いますね。アクリルも1年以上前にやってるので、これは油絵ですね。これは確かライブペイントかなんかで描いたような記憶があります。1時間ちょっとでライブペイントっていうのを大体やってますけども、で、これは、透明水彩かなだったりとかですね。これはお兄さんですね。はい、遊びに行こうということで、透明水彩、これはアクリルです。で、アクリルでこれは白黒のグリザ油という方法から描いて、全面に青をジャバーッと塗って、画面を青く染めてやったっていうものです。で、これは全部アクリルでやりました。あんまりうまいこと言ってません。で、これは油絵の具で一発で描いたという動画ですね。一発でここまで描いていくこともできるんですよということで。で、これは透明水彩とアクリル絵の具を比較を見せるために透明水彩とアクリルを同じモチーフを描いてそれを動画としてくっつけていますので、皆さん今62名見ています。すみません。トントンかわいいな。
作品の見栄えなどのこだわりの強さとご自身の髪の乱れへのこだわりのなさのギャップル一応今日友人の結婚式なんでここだけバリカンでちょっと汗がものすごい出てくるんでそっとやっといたんですけどね、髪の毛とか全く気にしませんね。でこれは筆色分割法という方法で、書いていったものですね。印象派的に書いてみようということでやった。でこれはボールペンがです、よく聞かれますけども、これボールペン本当に105円ぐらいのジムノックという、ボールペンで、昔よくキオスクに、売っていたんで、いつも大学の行き帰りでクロッキーをしていて、でその際になくなったりしたらそのキオスクで買うと。でよくダマが出やすいんですけど、ダマっていうか、インクのダマが出た時とか拭き取ったりとかしながら書いていってました。でこれは本当に基本的なリンゴをもう一回書いてみようということで、2日間に分けて書いてます。1日書いて1週間間を空けてもう 1回書いてということです。でこれは透明水彩で少し透明水彩の中に不透明半透明みたいな色白をちょっと混ぜながら細かいハッチング描画等をしていって描いたという作品です。でこれはちょっと画面全体に責任を取るということを分かってもらうためにナイフと呼ばれるペインティングナイフと呼ばれるものだけを使用して描いていきました。形の出し方ですね、書いたり引いたり書いたりみたいなことをしながら、それでも引きで見た時には勝負に見えてくるというものを描きました。これはなんかリクエストにあった夜空の星を描いてほしいということで描きましたが、あまりうまくいかなかった作品ですね。でこちらは、透明色鉛筆で描きました。でケント市に色鉛筆で描いたんですけども、やはり私は色鉛筆というこれはギラファノコギリクワガタですね。彼の一番の今お気に入りをあいつは置いていきまして、亡くなったら多分大泣きすると思います。ギラファノコギリクワガタ、皆さん覚えておいてくださいね。で色鉛筆です。でこれはもしかして動画にしてないかもしれないよね。ほとんど動画にしていますけども、これはちょっと汗かき、今汗かいてますけども、でこれは2層2回に分けて油絵をライブペイントで描きました。1時間ずつぐらいですかね。でこれはちょっとお酒飲みながらアクリルで、要は結局は基本的なことができると、すごく平面的に描いたりとかっていうことができますよということをお届けしたくて、ですね、先生の YouTube の企画面白いですと。パパ大変感謝感謝。本当ですね、近くなったら絶対行きたかった。ホームセンターでも手に入るシナベニヤ板を芸術作品に生まれ変わらせることができるのはすごいと思います。ありがとうございます。本当に会場にまた機会ぜひね、展覧会会場来れる機会ありますので、また機会あったら来てくださいね。行けないので行った雰囲気になりますね。やっぱで恐竜くんおしゃれということで。でこれは1層で描いたものと2層で描いたものというのの絵の具の色の深みみたいなのが見てもらえればなというふうに思って、こういうものを並べておきました。この男なんかさ、危ないお兄ちゃん、お兄ちゃん危ない虫ピンという細いあれで止めているんで、それを今一生懸命見てます。危ないよ、気をつけてね。よいしょ。でこちらはですね、レンブラントのような技法で描いてみようということで、明るいところにインパストといって厚塗りをして、でグレーズというのを重ねて、3層ぐらいですけども描いていった動画です。これはうちの父が、あなたは会ったことないけど、親父の生前の亡くなるちょっと前のものを写真に撮って、描いた透明水彩ですけども、この動画結構古い動画ですけど、1年ぐらい前に上げてますけど、僕お話としてはすごいお気に入りなんで、うちの親父の面白い話ぜひ一度聞いたってください。1年ぐらい前に上げている動画でございます。ちょっと違う映ろうか。なんとなくこの辺を真ん中ぐらいまで映る感じで、ありがとうございます。はい、いいですね。ありがとう、完璧です。 OK です。すみません、なんかありがとうございます。汗抜くティッシュ代に1000円いただきましたよ。よかったね。ちょっとあなたアイス買ってきたらね、アイス買ってくる？アイス買ってくる？嫌って言われましたお父さんと離れたくないそうです。であとは透明水彩、これライブペイントでやったのかな、ちょっとあんまり記憶が定かでなくて、でこれはですね水面を描いていくという動画で、皆さんも最近上げたので、覚えてるかなと思います。これはある程度がっつりと透明水彩を使って、アムステルダムを描きました。で全部私実際に行ったりして写真を撮って描いてます。よく聞かれるんですけども、
こういったものとかもやっぱりこう自分でアムステルダムに今から4年ぐらい前に行って描いて写真を撮ったものでございます。で本当にこう水路がですねすごくこう綺麗で本当にこう張り巡らされている、非常に素晴らしい街だったんで、また機会があればレンブラントとかですね、フェルメールがオランダの出身です。アムステルダムはレンブラントのアトリエとかもある場所ですけども、また機会があったらぜひ行きたいなと思ってます。でこれはですね、長崎の稲佐山って言いましたっけ、稲佐山っていう繁華街の海を挟んで向かい側の山のまた向こう側を見て、魚の人、カメラスタッフさんっていうか学生がカメラを動かしている、スマホを動かしているだけですよありがとうございます。600円が入りまして、これはアクリル絵の具という呼ばれるものを使ってザザザザザと描いて、本当にシンプルに描いた絵みたいなのが少なかったのでちょっと上げてみようと思いました。でこれはどちらかというと水面とかをぐちゃぐちゃとこいつを描く前に描いてみて、案外こういうところ、私の今足の下に何か恐竜湾が必死で入っていることが映っていないんですね今ね。で、頭見えましたね。で、こういうところを描いた時にこういったものが描けないかなというふうに思いました。はい、お兄さん触らん。はい、ギラファ今パラワンクワガタを三脚にくっつけました。これギラ、これギラ。はい、お兄ちゃんギラファクワガタを見つけました。これは最近上げた動画ですね。なんかこう木とかを描くの皆さんあんまりお上手じゃないなと思ったんで、シンプルに木が中心の動画を上げてみようと思いました。でこちらはですね、有明海、佐賀の有明海で干潟、汗だくやね、ほらお兄ちゃんめちゃめちゃ汗かいてるで。干潟余暇公園という呼ばれるところですね。ムツゴロウとかワラスボとか、あとは片手がでかい塩招きとかというものがいたりしますけども、すごいよね。子供が泣きわめてるライブ配信という新しいスタイルを68人今見てます。佐賀の人めちゃくちゃ好きなんです、この場所。なぜかよくわからないですけど、とあるテレビ局の民放のテレビ局1局しか佐賀にはないんで、すぐ分かると思うんですけど、そこの今現会長さんとかもここも佐賀の人みんな好きなんだよなんていうことで、私の作品がそこのテレビ局の応接室に飾られていますので、機会があったら行かれてください。行けないか。でこれはベネチアですね、ベネチアでこの頃ちょっとベネチアを結構多く描いているんですけども、なぜかというと昔ペストとかが流行った時に結構すごく大変だったんですね。で、もう少し離れたところやと思うんですけど、ここのベネチアに入国する際に、離れた島国とかに隔離をされていて、パパ行こうって言ってますね。30分ぐらいだったかな。島国とかに隔離していたっていうことが今の検疫とかの言葉の語源になっているんですね。何日間何でしたっけね。でこれは佐賀の武雄ですかねの馬場というところの馬場の大桜というところで、すごく一本ボーンと桜が生えているところでめちゃくちゃ綺麗ですよ。すごい菜の花とのコントラストが非常に綺麗だなと思います。限界が来てますので全部説明しようかなと思ったんですけど、お兄さんがだいぶ限界が来ておりますので、すみませんこんなところで、というような感じで、今回展覧会いたしました。また来年私も佐賀県立美術館でおそらく展覧会やると思うんですけども、その際はこういった作品が並べれるかどうか分かりませんけども、という感じで多分作品群は、油絵だけでも100点以上、水彩とか合わすと100点になると思いますので、ちょっと佐賀県遠いですけどね、東京からやったら自転車で多分3週間2週間ぐらいで来れると思います。大阪からやったら10日間ぐらいで来れると思いますので、ぜひ自転車で皆様お越しください。勝手に、始めたライブギャラリートークは以上で、お兄ちゃんがうるさくなってきましたので終了します。ありがとうございました。お酒飲ませてもらいます。72名。